犬は横移動じゃないですか。猫は縦方向も結構移動するんで、イメージある。猫特有の設計とかはしてますけど、1階だけで過ごしてる動物だったらまあそれでいいんですけど、2階に寝室があって一緒に寝るってなると、安田さん、はい、今回なんですけども、はいペットがいる家の注意点、家建てる時の、はい、ということで、安田さんも最近家族が増えたということで増えましたね。増えましたね、1人。犬が増えました。もう1人って言っちゃったよその話もあったんで、ワンちゃんだったりとか、まあ猫を飼ってる方ってすごい多いと思うんですけど、こういうの気をつけないと結構危ないよねとか、逆にこう家がちょっと台無しになるとか、そういうのがあるんじゃないかなと思って、その辺の注意点をお聞きしたいです。わかりました。はい。ペット飼ってる人だったら大体もう知ってることが多いかもしれないですけど、まあこれから飼うとか、途中で家族増えるっていうのを見越して家作るんであれば、知っておくべきことかなっていうのを何点かお伝えします。お願いします。まずは多分床が一番大事かなと思ってて。床材。はい。で、猫はちょっとわかんないけど、犬は結構滑ったりするんで、フローリングとか、タイルでもツルツルのやつだと滑ったりして、股関節にダメージが蓄積するらしくて。だから床材に関しては滑りにくい素材とか、まあ市販でもあるんですけど、フローリングとかタイルからもう摩擦力があるようなやつを選定していくっていうのは結構大事で、結構物を触らんとザラザラ度合いって画像だけじゃ分かんないので、タイルのショールーム行ったりとか、先週もそういう打ち合わせでショールームで決めてるんですけど、犬飼われてる方の家作ってるんで、大きいタイル使いたいけどツルツルしてるやつだとそういうところがあるんで、一個ずつこう柄と素材感を確認して選定して、この部屋にはこれ使おうみたいな形で決めたりしてます。そう考えたら動画とかでよく出てくる鬼スリップして走ってくる犬とかで超危ないってことですかたまにならいいんじゃないかな。毎日あれだと結構人間でもそうじゃない、なんか滑ってばっかりいると足痛くなるし。確かにあんま滑ってばっかりになることがないんでスケートリンク遊びに行った時の次の日は絶対筋肉痛になるっていう、負荷かかってるからそうで、うちも飼ってるんですけど、足が短い犬だと余計その辺がダメージきやすいんで、より注意必要かなと思ってます。ダックスとかうちペキニーズなんですけど、やっぱ歩きにくそうにしたりとかするタイミングがあるんで、床材によってはそこは結構大事かなと思います。なるほど。まず床材ポイント、まあそれは買う予定あるかもなぐらいの方だったらもう今いなくても対策しとかないと。そうだね、後から帰れないのでですよね。はい、それがまあ一番大事で、まあ、その次とかは匂い対策とかもありますし、まあ、トイレの位置によっては匂いがこう部屋の中にこもりやすい場所だったらあんまし良くないじゃないですか。気持ちよくないんで、換気扇がある下にゲージを持ってくるとか、トイレの場所を持ってくる想定で、まあ、そういう換気設備を準備しとくとか、まあリビングの真ん中で一緒に過ごしたいのは当然なんですけど、排泄系のところはちょっと片隅に設置できるような感じであらかじめ見とくっていうのは大事かもしれないですね。確かにペット飼ってる友達ん家行ったら、もう玄関入った瞬間ペットの家っていう匂いがペットの家ペットの家ってなんかありますよね。獣臭みたいな。獣臭ですね。しょうがない部分もあるけど、なるべく対策して緩和できるようになったらしたいよね。確かに。基本的には換気扇の下とかになることが多いです。そういうのは。まあ、空気の循環がしやすい場所と、窓とか開けてこう入れ替えがしやすい場所とか、あとちっちゃい部屋だったら結構こもりやすいんで、まあ、大空間にそういうのを置いとくとか、まあ、そういう対策はいるかなと思いますね。昔だったらね、庭にいたから、そう基本外やったよね。そうなんですけど、今はそんなのないもんね。ないっすね。僕のおじいちゃんに普通に外いましたよ。柴犬が番犬になってましたけど。いやでも普通そうだよね、昔は。ですよね。そこのまあ匂い対策的なところがあって、あとまあ部屋の中話し飼いするなら、そのコードとかコンセントの位置は結構大事かもですね。噛んじゃうんで。噛むんですか？やっぱ歯が生え変わりの時期、子犬とかよりそうだし、大きくなってもまあそういうのは噛みたい衝動は多分あるし、そうなんだ。その時にその電気系があると危ないしっていうのもあるし、使ってる家具とかがいいもんだったら噛まれちゃったら嫌っていうのは分かりやすいんですけど、そうですね。想定してないところで噛んじゃってなんか事故とか起きてもかわいそうだし、そういうのは想定しといた方がいいかなって。通常より上に上げるとか、丸見えじゃない状態にするとか、まあその辺は対策取りやすいかなと思うんですけど。そもそもまあ設計の時に配線とかをできるだけ露出しないようにすることが結構、家をゼロから作る
方って多いと思うんで、そうですね。そこはしつつ、かつさっきお話ししたような家具の配置みたいなところ、確かにめちゃくちゃ頑張って買ったやつ、噛まれてる可能性がありますね。噛まれてる人いますもんね、知り合いとか。もうボロボロみたいな。柱もなんか噛まれて跡がつきまくってるみたいな。やんちゃな犬。やんちゃな犬。なんかお気に入り、安田さんがプレゼントした、誕生日プレゼントの帽子噛まれてなんか破れてる。帽子の上の部分だけなくなっちゃったらしい。この周りしか残ってないらしい。ザビエル的な帽子。そうそう。配置の時点で気をつけんとかんと結構これ痛い目ありますよね。そうだね。そうあれですよね。犬は噛むですけど、猫は引っかくじゃないですか。そうだね。猫は正直そこまで生態詳しくないんですけど、キャットウォークとか設計してるんですよ。その上の歩けるところみたいな。猫飼われてるお客さん多いんで、そういう仕掛けっていうか、猫部屋作る人もいるし、キャットウォークをそこに備える人もいるし、換気的なところも含めてそうなんですけど、犬は横移動じゃないですか。猫は結構縦方向も結構移動するんで、イメージある。その辺も猫特有の設計とかはしてますけど、爬虫類系とか、そういう系は湿度、温度とか結構大事かなと思うんで、日当たりが悪いところに持ってった方がいいんですけど、猫は日向ぼっこするじゃないですか。とか、結構窓際にいることが多いんで、見晴らしのいいところにそういう部屋とかを設けてあげて、見やすい高さに窓を持ってくるっていうのは結構大事かもしれないですね。日当たり問題とかの話で言うと、以前コラボした木下さんとコラボした時に水槽の金魚とか、魚とかも絶対そうなってきますよね。そうやね。光が入ってくると温度差が生まれやすい場所だと、そういう魚とかは結構ダメージでかいかなと思うし、自分たちで動けるその犬とか猫だったら暑かったらちょっと移動するから、確かにですね。なんとでもなるかもしれないけど、決まったエリアにいる生き物たちは結構しんどいですよね。完全にもう人間のさじ加減で、そう精子が変わっちゃうっていう。そういうことか。ってなると、床暖とか空調に関しても結構大事で。確かに。やっぱ床暖は基本入れといた方がいいですね。乾燥しにくいから、あったかいけど湿気がある程度湿度は保たれてるっていうのは生き物として大事かなと思うんで。空調が直接風が当たりにくい場所に持ってくるとか、あと温度変化がないような場所とか、冬場夏場だと結構エアコンガンガンにするけど、その毎日めっちゃ暑い日ばっかりじゃない時に冷えすぎちゃう可能性もあるんで、その辺は考慮した位置と設計は必要かなと思います。なるほどなるほど。考えること多いの相変わらずですね。あと散歩行った時の帰ってきた後の家に入れる動線とかね。確かに、足汚れてるから。そう。設備は絶対何かしらあるけど、その移動距離とかが多いと、なんかリビング通ってかないけんであると汚れちゃうし、めんどくさいしっていうのもあるから、足が洗える場所が近くにあるとか、専用の通路があるとか、そういう経路を動線として考える方が大事かなと思いますし。あれって散歩だと絶対洗うんですか？拭くんじゃない？なんかそれを気にしてないなら別に拭かんでもいいけど、やっぱ嫌じゃん。だから水で洗わなくても別に拭ければいいかもしれないけど、何かしらそういう設備とか仕掛けはいるよね。ベタだけど犬の足跡がポンポンポンでついてくるみたいな。嫌ですね。なんかしっこしちゃってそれ踏んで歩いていったら足跡ついてるから。そういうのはね。しょうがないですか？いや、しょうがなくないようにすればいいから、子犬の時は間違えてしちゃうってことはあるんですけど、なるべく減ってきはしてはいるけど、そういう延長線で散歩から帰ってきた時に一番簡単な経路で足がちゃんと綺麗になる。例えばマットがそうなってるとかさ、犬用のマットみたいな。で、そこで足拭くみたいな感じになってて、室内にそのまま行けるとかなれば、楽は楽だと思うし。あと1階だけで過ごしてる動物だったらそれでいいんですけど、2階に寝室があって一緒に寝るってなると階段の作りも大事かなと思うし、より普通の床より滑りやすかったら危ないじゃないですか。落ちる可能性あります。そう。あとは幅とかね。グリップ力とかが大事なんで、その辺は怪我しちゃう項目に関しては一番気をつけた方がいいですよね。床がツルツルすぎたらダメだよねって、さっきの話でもあったと思うんですけど、汚れるじゃないですか。やっぱどうしても汚れって発生すると思ってて、でもなんかツルツルじゃなかったら汚れ取れなさそうみたいな。いや、そうなんですよ。それがあるから、そこの塩梅どうするんかなっていうのはちょっとずっと気になってて。結構それむずくて、で、実際同じタイルでも水磨き系のツルツル系と、なんかマット系仕上げと、それがマットの室内用のマットの仕上げと、外用で雨降っても
こう滑りにくいザラザラ系があって、どれを選択するかって、その人次第ではあるけど、基本家の中のマット系だったら、メーカーでもペットの歩行検査して、滑りにくさっていう風で OK 出してる品番もあったりするんですよ。もう、これやったらワンちゃん OK ですみたいな。そうそう。全部が全部じゃないけど、何種類かペット対応用の摩擦を考慮して、でも室内で使える粗さみたいなところで出してるものもあるんで、それを選択するのが一番バランスはいいと思うんですね。ただお客さんによっては結構グリップ大事だし、室内を裸足とか靴下で過ごす方だったら、そういう摩擦結構気にしなあかんですけど、スリッパは絶対履くよっていう方もいるんで、ある程度外用の粗いやつを選定することもあります。スリッパ履いてるからもう関係ないな。そう。だからスリッパ履いてなかったら結構靴下がほつれるっていうか、摩擦で。ベリって感じ。そこまでのやつは選定しんけど、結構微妙な塩梅で変わってくるから、そこでペット対応の中用のマットで多少ザラつきがあるやつだったらよっぽど滑ってないですね、うちも。毛取りにくいんじゃないですか？いや、そんなにだよ。そんなないですか？クイックルワイパーみたいなやつだと何回かやってるとボソボソになる可能性はあるけど、掃除機とか、別に水拭きとかは普通にできるし。その辺をとりあえず選んどきゃ一旦プランっていう。しかないもんね。他に選択肢を考えたときに、フローリングでザラザラのってあんまないし。ザラザラないですね。柔らかさ違うのとかありますよね、また。クッション性があるのと、その表面の摩擦はちょっと違うから、選択肢は結構あるし、後から滑りにくい塗装みたいなやつあるんですけど、作った時には犬飼ってないけど、後から買った時に床ツルツルするからフローリングの上に塗るみたいな塗料はあるんだけど、なんか画像を見てたりとか施工事例見てると結構艶っぽくなっちゃってるから、その見た目が結構変わるなみたいな印象で、物としてはいいかもしれんし、しょうがないって割り切る話なんかもしれんけど、だったらそういう先にタイルとかでそういう摩擦がある程度あるやつを選定した方がかっこいい家にはなるかなと。タイル以外だったらフロアタイルみたいな絨毯っぽいやつは選択肢ありだけど、そこで粗相しちゃった時にそうですよね、大変じゃないですか。おしっこしないにしても水系のやつをこぼしちゃう可能性があるじゃないですか。シンプルに体調悪くして戻しちゃうとか、そう言いますよね。それは犬に限ったことじゃなくて子供もそうだとした時に、床を変える手間を考えたらめんどくさいし、ってなったら一番楽で見た目良くてバランス取れるやつだとしたらタイルかなと思うんですけど。なるほど。まずはもう何よりも床問題ですね。床問題。そこを解決した上で、じゃああとはいかに汚さないか問題だったりとかを。匂いかと。あと事故になりにくい電気系とか、あと収納的には結構いるんですよ。そうなんですか？ペット用品みたいな。だからそこが閉まりきらんと溢れちゃうんで、その辺をうまいこと隠せる収納プラスゲージの近くっていうところがいいかなと思うんですけど。あと聞きたいのは破壊対策。高級家具とか、ソファーとかだって浮かせれないものとか、どうするんですか？教育っすね。なるほど。それはもうしつけじゃない。今のところ大丈夫ですか？今のところ大丈夫です。うちは。物を壊す系のサイズでもないし。なんか大型犬は結構そのリスクあるよね。そのやんちゃなパワーがあるから。レトリバー系とか。話結構聞きますけど。椅子とか机の足ボロボロとかさ。そんなに力入れてなくても傷ついちゃうから、しょうがないかもしれない。しつけですね。しつけ。結論しつけ。建てる時に今後犬を一生のうち飼うかどうかを想定しておくのは大事ですよね。大事だね。ちょっとでもなんか好きでワンチャン飼うかもなーみたいなのがあったら、もう飼う前提ぐらいで作っておいた方がいいよね。別にそこによってなんか住み心地が悪くなるみたいなトレードオフはないですもんね。そんなに多分大きい影響はないですね。ちょっと選択肢が狭くなるぐらいの程度だと思うので、マット系にしたり収納増やしたりとか。そうだね。可能性の度合いによってそこまでやるかやらんかやと思うけど。なんであとは本当に動物好きな方は今いなかろうがもういる前提で作ってくださいっていう、っていうのが大事ですね。そうですね。オリジナルでいろんな部屋作ったり、扉とか素材作ったりとかしてるんで、それはお客さんといろいろ決めてやってます。なんか専用のキャットルームとかも作ってみるんで、ワンちゃんとかのためにこういう部屋が欲しいみたいな依頼は叶えれますよね。やってますね。結構多いですね。ペットと暮らす方が半分近くいると思うんで、いろんなやり方をしてます。いいですね。じゃあもうペットと一緒に暮らしたいという方もそうですし、なんならペットのために家作りたいぐらいの感覚の人も含めてご相談くださいっていうところですね。お願いします。はい。
あとはチャンネル登録もしてください。お願いします。はい。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。